どうも、最強無敵の復讐者ちゃんよ。今日も元気に深き夜、出撃するぞ。標的は霧の裂け目。異物は相も変わらず重装 &HP 上昇型。そろそろ新たないい物でないかな。味方は鉄の目さんと執行者さんね。執行者さんがいると失血で特に序盤が楽。鉄の目さんは序盤中盤終盤好きなし、いるだけで快適ファーム確約。さあ行きましょう。奇変はなし。味方の異物チェック。執行者さんは侵入者バフありハルモニア戦技強化型。鉄の目さんは侵入者バフなしのスタンダードな初期弓炎型ね。2日目までは問題ないけど3日目の火力がちょっと不安かも。私が拾える祈祷次第ね。まあなんやかんやでほぼ毎回来るエビが拾えるから心配ないか。震度5だと変異対率が高くてレア物拾いやすいからね。とりあえずレベル2にして隣の大教会へ。おっと変異体ガーディアンゴーレム。味方が即撤退判断は素晴らしい。このメンツで戦うのはあまりにも愚かね。素直に行動です。行動前のスカラで。重装はスカラでも借りやすいのが嬉しいわよね。邪魔するなクソコウモリ。魔術師玉とヒーローの強靭化。いらないけど一応拾っておきましょうか。重装を手に入れてから魔術もとんと使わなくなったからね。一応今でも一つは異物で属性攻撃強化プラスについてるから悪くはないんだけど。いかんせん重装の汎用性が高すぎてね。行動トロルを即殺。鉄の目マーキングと執行者出血の合わせ技でトロルが狩りやすすぎる。中央取りでもトロルだったらいいな。普段だったら絶対思わないけど。おっと霊陽？北西に飛ぶの？いつもはこの流れだと中央砦にそのまま行くことが多いけど、聖杯回収優先ルートね、まあ悪くはないかな。個人的には行動後はとにかく武器の最速強化を優先したい。ゴミカス迷惑女どもにいつどこに飛ばされても対応できるようにね。とりあえず一つ目回収。収縮は逆側ね、美味しくない。再起行くの？まだ武器強化できてないんだけど。しかも嫌なやつ出た。まあ無視でいいだろうけど移動ルートを少し制限されるのも鬱陶しいわね。で、ダイヤ H 再起にやってきたわ。味方がうまいこと釣り出してくれたからこれならいけるかな？敵2人とも遠距離攻撃ないタイプなのはかなり楽。黒煙はちょっと当てにくいわね。お、いいのがあるじゃない。狙いすます雷撃。当てやすさトップクラスの頼れる祈祷ね。でももう FP 切れちゃったたはは。雨に飲まれながらなんとか撃破。うまくいったからよかったけどちょっとリスク高めだったかもね。HP 最大時カットアップ 40%。あれ？間違えて地面に落としちゃった？味方に拾われちゃった。死んだ。何やってんの私。でも味方が糸を組んでまた落としてくれたわね。ありがとうございます。外れるのは呪詛。復讐者の呪詛。ようやく強化できるわ。レベルアップに使いすぎて他何も買えない。ていうか探石1は行動で拾ったから買う必要なかったのに。買い物でないと思って買ったのに家帰ったらまだ十分あった。ってこと、あると思います。そろそろ仮御用の武器も拾いたいけど、黒煙はダメね。常世仮御対策で欲しいのは多段ヒットが見込める攻撃手段。炎属性かどうかよりもそっちの方が重要よ。砦上は攻略できたけどあんまりいい武器は拾えず。成功のかけらも承認で買った2つ使い切っちゃった。雨に打たれながら収縮に向かい中。あらら。3ゲージだと一旦死んで全開でボスに臨む方がいいわね。ルーン回収のために2日目はできればこっち方面に向かいましょうか。覚えてたらだけど。ようやく到着。これなら聖杯1本だけの消費で済むわね。残りはぬくもり石で回復しましょう。拾っておいてよかった。以前はほとんど無視してたんだけど最近はちゃんと回収しておくことにしてるわ。ボスは接ぎ木の君主ね。まあ楽な部類。今回はなんといっても滑車の度があるのが心強い。FP 切れても安全圏から無限に攻撃できるわね。案の定途中でガス欠だけどボルトはいくら打ってもなくならないわ。本当に助かる。ちゃんと覚えていたのでここの魔術師塔行きます。歩き精打った。
常世カリボの鎧剥がしにはかなり有効よ。これでガンガン剥がせるのを見て鎧剥ぐのにダメージが重要でないことを知ったわ。魔術師等で成功回収して南東端の再起故障へ。そのクイックピンはもしかして釣り出してくるからここで待ってろということ？一応ソロ検証でここまで釣り出すことができるのは確認済み。なら待っててみましょうか。もう一人の味方次第だけど。あら？私がピン打つのと同時に出向者さんがピン刺した？鉄の目さんも普通に向かってるしなら私も行きますがな。ロスだわ。うわなかなかの地獄絵図。夜ボス戦でアーツ温存しといてよかったわ。手こずったけど処理完了。やっぱ故障の再起は面倒だわ。普通にやると周りの雑魚と戦わざるを得ないものね。アステイルメテオ付きの忍者の杖。体がまあまあいいから拾っておきましょう。ワンチャンこの後大型ボスにぶっ刺してみる？ほとんど使ったことないけど。冷やしザリガニはスルーしてすぐ隣でカーリア新 H し。さすがに動き回るこいつにメテオは不要ね。お、レジェンド。でもいらないかも。味方も細マッチョしかいないしな。収縮はまたも完全に逆側。今回ちょっとついてないわね。まあ再起巡りは終わらせられたから悪くはないか。そういえば最初に魔術師玉タリスマン拾ってたんだったわ。これはアステイルメテオ、あるわね。境界巡礼後は発狂ダイヤ H ね了解。狂い人ロルなら、やっちゃっていいかしら？これ。行くわ。アステール。はは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 。多分、強いはず。何より楽しい。カリボ相手にこれで気持ちよくなるの、もしかしてあり？まあ考えておきましょう。お次はすぐ横のフィールドボス追撃の貴公子。こいつはさすがにメテオじゃないわね。せっかくレアパッシブつけたのに強靭度手。でも他もいらないしとるか。さらに未知のフィールドボスは獅子の根地通常個体。さすがに瞬殺。どう見てもメテオはいらなかった。属性カットは当たり。そのまま崖上の再起拠点来たけど、執行者さんは砦刺してるわね。鉄の目さんが戻るなら私もそうしましょう。常に3人で行動する。基本だけどこのことは思ってるよりもかなり重要。ボスにソロで挑むとき、常に敵の攻撃を避ける必要があるから攻撃できる時間は単純計算で 50%。それが2人なら狙われてない味方は殴り放題だから 100% の火力を発揮できる。つまり合わせて 150%、ソロの時の3倍の火力が出せるということね。そして3人なら 250% だから火力はソロの時の5倍。スキルやアーツ頻度も3倍だからソロとは比べ物にならない処理速度になるというわけね。もちろんボスによっては攻撃範囲が広かったり素早く動き回ったりで常にこの通りにはいかないけどね。また発売して2週間後みたいな話をして尺を稼いでしまったわ。待たせたわね。王族の勇気。本当に私を待ってたでしょうね。ソロで王族の勇気相手に瀕死にならずここまで削るなんて。執行者さんあなたなかなかの強者ね。レジェンドだけどまた筋力武器。ついてる祈祷はいらないけど栄翔速度プラスには美味しい。でも捨てるのがないなぁ。巨人の火をくらいはいらないか。あんこもんだし。この属性とは言っても所詮単発攻撃。常世カリボ相手にはそこまで有効なわけではないわ。FP 効率も良くないしね。常世カリボ相手にはむしろ火投げが一番嬉しい。単発の中ではだけど。火投げ系は遠投できるからあると便利なのはそうなのよね。直下ブレ筋とかにも安全圏から攻撃できるし。的がでかいから適当に投げても当たるのが嬉しい。買い物してたらもうタイムアップ。屋上は無理ね。お、あれは黄金樹の化身。あいつ相手ならアステイルメテオ、いける？とりあえずアーツ。これで最悪被弾しても大丈夫。さあ行くわ。アステール。はははははは、滅べ滅べ今日からここ、リムベルド北西の地が永遠の都になるのよ。新たなる都の名はそう。ノクダフね。そんなに火力出てないねってコメントは禁止でお願いします。あと今無駄に1個成功のかけら使っちゃったわ。まあそれなりに拾えてるから大丈夫なはず。
おっと最後の攻略目標の意見が割れてる。無属性の梶村は村タイプと砦タイプの2種類あるわ。今回は単体ボスの砦タイプであることを目視確認できたのでこっちで。砦タイプの無属性梶村は悪名高きバリスタ拠点。安全なルートを理解しておかないと非常に危険よ。正面右側の崩れた柱から侵入。ボスより先にそこのバリスタ兵を処理しましょう。いた。は？貴様今私のこと踏んだわね。こいつ重装だと同じ高さまで登らないといけないから地味に面倒。そして味方はまだ来てないみたいね。梶村攻略するとこの状況になることが多いわ。震度5勢でも意外とまだ梶村の近道は知れ渡っていないみたい。クイックピン打った方がいいのかしら。お、最後に当たり潜在。レベルも夜ボス前に15いけたしいいファームだったわ。そして最後に鉄宝箱も忘れずに。レジェンド来た。しかも HP 最大時カットアップ。あ、翼の大角使う？わからないし一応譲りましょう。付帯効果は全く一緒だしね。ぬくもり石も拾えたから多少のんびりできる。拾ってくれたみたい。やっぱり結構レジェンド出るわね梶村鉄宝箱。戦闘は味方とフレデリックに任せて温まりながら不気味定め中。こよカリゴに有効な多段ヒットがアステールメテオしかない。使う？カリゴ相手に。ちょっとリスク高いけどありなのかな。でも今実は20連勝中なのよね。もう少しで最大連勝25の更新が狙えるからあんまり危ないことはしたくない。でもカリゴ相手にぶっ破したら気持ちいいだろうな。迷う。夜ボス U のツリーガードは特に語ることなし。よし撃破。落雷も氷嵐も鎧剥がしにはありかもだけどさすがに物理カットね。そのまま3日目に行こうとしたらあれ？執行者さんが梶村登ってる？なんか忘れ物かな？瀕死のケアのためについて行ってみる。あれ帰ってきた。もう用済んだのかな？ってあれまずい HP が。何やってんだ2人して。まあ円近くでなら死んでも別に問題ないだろうけど。まだレイジュに行かない味方。多分何かを伝えようとしてるんだけど意図がわからない。こういう時はメッセージ機能があれば、と思ってしまうわね。グダグダしたけどようやくレイジュへ。味方に貢いでもらったものも合わせて成功のかけらは7個。これなら長期戦でも戦えるわね。そうならないのが一番いいんだけどね。さあ行きましょう。常世の海了解。よしいいち。行くわ、アステールメテオ。あ、変な方向向いて撃っちゃった。そうか、これって攻撃中に向きを変えられないのね。ここで撃ったのは普通にミス。前方レイク放出は通常カリゴ前半だと単発で終わるけど常世カリゴは最初から連撃になるわ。味方が炎でバフで止めてくれてよかった。やっぱり使ったことない攻撃をいきなり夜の横転で使うのは危険ね。おとなしく重装で削りましょう。今はそれでも全然大丈夫なんだけど問題は鎧をまとってからね。1ヒットしかできず回転も遅い重装はあまりにも相性が悪い。鎧まとい中は適当に左手の武器で殴るまであるわ。もう来たわね。吹雪は味方が阻止してくれることを祈りましょう。まさかのジャンプなし即打ち？これは、間に合わないわね味方のアーツ。幸先が悪い。ジャンプなしの即吹雪は騎士としては知ってるけど実際見るのは初めてレベルかも。いや忘れただけかもだけど。とりあえず祈祷で回復ね。吹雪の地味に厄介な点は凍傷発症でカリゴに攻撃バフがかかることね。凍傷での火ダメアップもあるし、単純に凍傷ダメージで HP 満タンを維持しにくいのもあって吹雪中は非常に瀕死者が出やすいわ。こんな感じでね。安易に救助に向かうのは絶対にダメ。特に吹雪収まるまではとにかく回避優先。ここは聖杯で回復。不当回復なんて大好きさらしたら死ぬわ。なかなか動かないわね。この距離での攻撃は前方ブレスか飛び込みブレス。来たわね飛び込みブレス。これは右後ろ疾走でほぼ回避可能。この後もグリ込みできるから遠距離ではこれ間違っこんね。そして直下ブレスはちょうど救助チャンス。味方の位置は、思ったより遠い。間に合わないかも。一旦セバスチャン。よし飛び込みね。前方ブレスだったらちょっと危なかった。最悪アーツ切らされてたわ。救助はもうセバスチャン任せでいけるかと思ったけどカリゴにタゲ吸われちゃったわね。
ここでワールドツアー、安全なのは飛び立った後ろ側。救助はまた次の機会か。直撃はしなかったけど余波の冷気で凍傷か。そういえば猛吹雪以外での凍傷発症でもゲージ短くなるのかしら。なるんだったら今のはもったいない発症だったわね。凍傷分の回復したいけど。よしきっかき、それはラッキー。いつの間にか味方が救助もしていて。なんで食らう？そんなの被弾してたら FP いくらあっても足りないわよ。一応回復。ちょっともったいなかったかも。常夜まり水物の持続回復に任せるのもありだったわね。ここは斧槍で殴りましょう。どうせ重装でも大してダメージ入らないしきっと数重視。飛び込み？いや吹雪ね。阻止は無理そう。これはまずいパターンになってきたわね。さっさと鎧剥がさないと味方の回復が尽きるわ。かといって無理に近づこうとするのも握手。吹雪中はやはり回復重視。遠くにいればカリゴの凍傷バフも誘発しないしね。ナイス鎧剥ぎ。執行者さんの屍山地川が今回のメインウェポンになりそう。霊気放出コンボは危険だから近づかないでおきましょう。今のうちに回復。まだ成功は大丈夫だけどこのペースだと最悪尽きるわね。不安だわ。ほえ？こんなとこで仲良しユニゾン奏でないでくれる？ 2 ゲージはちょっと殴りは厳しいかな、カリゴだと。とりあえず潜り込んで。よしちょっかブレス。今がチャンス。ありゃ、まだ集まりきってなかったか。斧槍は通常攻撃が好きだからロックオンしないと当てにくいのが困る。救助武器としては個人的にいまいち。はにゃ？リスキルか、位置が悪かったわね。殴り救助だと致し方なし。総括バサミも判定あったわね。忘れてたわ。ほわ。凍傷。見逃してたわ。危なかった。ちょっとタイミング悪かったかも。なんとか二の前にならずに済んだわ。尻尾斬撃に合わせて切るべきだったわね。そしてワールドツアーか。この位置はかなりまずい。1ターン目も範囲内だし2ターン目の突進まで食らいかねない。うわは。これはまだマシ、問題は突進。危ねえ。ギリギリ1避けできたわね。2ターン目の突進はクララとの合わせ技で HP 最大時カットアップ無効化してワンパンしてくることもあるから非常に危険。クララ自体は即死するほどでもないから突進さえ避ければなんとか生き延びれるわ。それよりまずいのは腐敗ゲージ。非ダメージ腐敗蓄積と HP 最大未満で腐敗蓄積が積み重なっていつの間にかこんなことに。ここは仕方なく聖杯で回復。もったいないけどね。3ゲージ蘇生は常世カリゴ相手には非常に厳しい。アーツ溜まるまで待ってもらうことになるかも。普通のナギブレスか。吹雪かと思ったわ。いややっぱり吹雪じゃない。激マズです。執行者さんがカリゴの相手してくれてるわね。これなら救助試してみる？でも一旦回復優先。ナイス方向セバスチャン。しかも直下ブレス、これはチャンス。ここは削り切りたい。やばいブヘ。なんとか救助は成功したけど、今のは無謀だったわね。さすがにノーロックで殴るべきだったわ。聖杯残り1本は温存。ここで回復しましょう。ついでに味方も回復できた。次からはピン打った方がいいかな。死んだし鎧剥がれた？今私の斧槍で体勢崩したわよね。そんなに体勢値削れてたんだ。とりあえず救助してみる。これはちょっと無理か。判断が悪かったわね。ヘレンの頑張り次第ではワンチャンあるけど。いや無理ね。仕方ない。また耐えの時間だわ。もう何回目かの吹雪形成。冷気ゲージも短くなってきたわね。この位置ならワールドツアーは大丈夫。1ターン目を1避けでその間に回復できるわ。とりあえずクララ連弾はやり過ごせたけど。まずいなぁ、吹雪も続いてるし。尻尾斬撃。こ
これはラッキー。とりあえず回復しましょう。吹雪も終わったけどまだまだ耐えの時間は続くわ。さすがに味方なしでカリを相手に3ゲージ蘇生できると思うほどおごってはいない。味方殴るにしてもゲージためのためね。飛び込みね。5匹。出たわね。このブレス疾走だけだとたまに引っかかるのよね。そのためにわざわざローリングもしてるんだけど意味なかったじゃない。飛び込みブレスに限らずカリゴのブレスは稀に変な軌道を描くことがあるのよね。多分地面の凹凸に影響されてだと思うけど、以前の動画でもあったわね。よく見てみたら何か変な軌道を描いてるわね。坂に反射したのかしら？初めて見る軌道だわ。保険としてやはり HP 満タンの維持はマスト。そしてまた吹雪の時間。大丈夫、攻撃を捨てて回避に専念すれば私ならしのぎきれる。早速飛び込みブレス。よし今回は普通にかわせた。凍傷発症のタイミングがちょっと危なかったわね。2連キツカキ、またまた美味しい。回復させてもらうわ。尻尾斬撃も嬉しい。安全なタイミングで凍傷を消化できたわね。そしてようやくアーツが溜まったわ。しかも直下ブレス、味方のトリアすぐ近くにいた。できれば吹雪終わってから蘇生したいけど。よし終わった。前方ブレス、なら切るしかない。ただ、決勝1個踏んだだけで発症？ふざけてんの？このゲージの短さ。こんなんじゃまともに移動できないじゃない。もはや発症中の方が安全まである。そしてまた飛び立ったわね。この位置はちょっと危なね。さっきも言った通り超遠距離なら飛び立った方向に移動するのが安全なんだけど、今の距離ですら超遠距離とは言えない。まだ近い。具体的には超長射程の前方ブレスが届かないぐらい遠い時ね。でも今回は突進を1避けできたわね。多分マップ端だったからか。でもこれは危ない。なんとかやり過ごせた。レイキ放出コンボ。ここだとやばいか？正面でのかわし方は、潜り込みロリ。からの尻尾追いかけ。よしオッケーね。この時の氷塊爆発ってカリゴの方向いててもガードできる？有識者求む。いつも一応ガードしてるけどどこ向いたらいいのか分かってないのよね。とこよフルボールの大爆発みたいにちゃんと爆心の方向かないとダメなパターンか。それともハルモニアの矢の雨みたいに降ってくる方向関係なくボスロックオンしてるだけで大丈夫なパターンなのか。久しく食らったことないからわかんない。喋ってる間に3ゲージ救助は成功したけど。また吹雪。もう何回目よ。でも3人生きてるからそろそろ攻勢にも出たいところ。凍傷ゲージはもう最短までいってるわね。ただ状態異常ゲージは長さと耐性値が比例するわけではないので注意。現在の耐性はほぼゼロ。多分あらゆる攻撃で発症する。ゲージを見てもらったらわかるんだけど。今攻撃食らってないのに即座に発症したわね。本来吹雪による冷気蓄積は徐々に溜まっていくけど限界まで耐性減らされたからこうなったわ。この短いゲージの長さほどの耐性も実際はないということね。ゲージの長さと耐性値は比例しないというのは訓練場でゲージ出てる時にレベルを変化させると実感できるわ。とまあそんな話は置いておいて。味方ごと回復。申し訳程度だけどね。いい屍山木川し屍ルイルイよ。ようやく味方が攻撃に回れてる。でも直下ブレスか。今は霊気耐性が終わってるからこの攻撃の後に近づけないのが辛い。ワールドツアー。瀕死が出なければいいけど。1ターン目は OK。距離取れてるから次も大丈夫ね。これは味方狙い。私は安全ね。でも結構後ろ側にも落ちてくるから怖い。霊気放出コンボは、ここは近づきましょう。後ろを追って攻撃チャンスにするわ。瀕死出たけどここは殴る。むき出し部分なら重装も通る。一応救助も試みる。反転ナビブレス？これならいけるかも？いやブレスじゃなくて吹雪形成か。さすがに対比。いやギリギリ範囲外だったっぽい。まあ仕方ない。尻尾斬撃は助かるけど救助は諦めね。何よりも身の安全優先。それが私の信条。
前方ブレスは攻撃チャンス、だけど、闘将が鬱陶しすぎる。一旦か、まずいキャビョホ。あぶぶぶぶぶぶぶ。危なかったわ、回復を焦りすぎた。前方ブレスの後はナギブレスだと思って離断してたわ。ターゲットが正面にいないとナギブレスに派生しないこともあるんだったわね。尻尾斬撃は、私狙いではない。回復したいけど SP が先。霊気放出コンボなら距離取って回復できるわ。え？やったの？やったー。イエイ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 。長い戦いだったわ。実際は20分いってないくらいだからめちゃくちゃ長いわけではなかったのだけど数字以上に苦しさを感じたわね。ありがとう二人とも、またリムベルドで会いましょう。最後はやはり執行者さん。屍山木川最強、屍山木川最強。この終盤で HP5000 を一気に削り切るのはさすがだわ。よく考えたら地味に炎属性だしカリゴ相性かなりいいのね。全然使わないから考えたことなかった。というわけで無事勝利してこれで21連勝。くふふ、もう記録更新も確定みたいなものかな。あと5回勝つだけでいいなんて、今の私には余裕すぎるかも。もし連勝記録更新したら、私、やりたいことがあるんだ。チャンネル名、最強無敵の復讐者チャンネルにする。いいよね？私実際最強無敵だし。あと5戦、勝利を約束された最強無敵な復讐者ちゃんの輝かしい凱旋動画を楽しみに待っててちょうだい。では最後までご視聴感謝。また見てね。